久しぶりにチャット GPT で画像を作ってみたら、これ結構ね、使いやすくなってました。どうも、トールです。何やら今ね、チャット GPT の画像生成がすごいことになってるっていうね、噂を聞きましたので、今回の動画ではチャット GPT の無料プラン、これでいろいろなね、画像を作ってみたいと思います。ちなみに、こちらの画像。これも無料プランで作っています。こちらはナノバナナプロをね、その無料制限の中で作ったものなんですけど、ナノバナナって無料プランだとここのね、透かし、この右下の、これが見えてしまうんですよね。でも、チャット GPT の場合は、こう目に見える透かしっていうのはね、入っていないんですよ。識別はね、されるみたいなんですけれども、でもね、この透かしがないので、無料プランで作った画像でもね、どんどん使っていけますので、これね、すごく便利だなと、まず思いました。では、ざっとね、どんなところがね、すごくなったのかなっていうところ、私なりにね、まとめてみましたので、これ簡単に紹介していきます。まず一つ目なんですけれども、私以前使っていた時と比べてだいぶ変わったなっていうのは、会話をね、しながら画像が作っていけるんです。これね、実演していくんですけれども、出てきた画像に対してこうして、ああしてっていうね、修正指示がね、すごくしやすくなったなというふうに、感じました。それで二つ目は修正力がかなり上がったということなんですが、それもね、さっき、言ったことに、付随するんですけれども、ここだけ変えてとかね、ここの色だけ変えて、ここだけちょっとデザイン変えてっていうね、こういう修正力がすごくね、上がって使いやすくなりましたね。さらにここですね、日本語のテキスト。この精度がね、かなり上がったなというふうに思います。めちゃくちゃ長い長文とかちっちゃい文字になると、文字崩れとか起きてしまうんですけれども、でもね、普通のね、文字であれば、全然文字崩れなく出してくれるようになってます。さらにここですね、プロンプト、指示の出し方なんですけれども、日本語で普通に簡単な指示を出すだけで OK なんですよ。例えばこちらのね、最初にお見せしたやつなんですが、これね、猫の写真って入れただけなんですよ。そうすると、こう出してくれました。今回実演していく中でも、本当にね、簡単な指示だけで画像を作っているとこお見せしますので、ぜひね、最後までご覧になってください。そして5つ目ですね。このスタイルの幅が広がったということで、実写はもちろんイラストとかアニメとか、広告用のものとかね、いろんな用途、図解とかもね、作れるようになって、すごく便利になってます。と、ここまでね、メリットをお伝えしてきたんですけれども、逆にね、注意点もあるので、ここ注意してください。指示がね、曖昧だと、AI が、補正をすごくするんですよ。なので、こういう画像が欲しいっていう頭にイメージがある場合は、しっかり指示をした方がいいですね。では早速行きましょう。これね、猫の写真という風にね、投げて作った画像です。これ見てもらうとね、クオリティはね、本当に高いというか、こんな簡単な指示でも、こう作れてしまう。最低限のレベルがかなりね、上がってるんだなという風に感じました。ただね、細かく見ていくと、ちょっと影とかね、その毛並みとか、そういうところでね、もうちょっとリアルさはね、出せるのではないかなっていうような感じですよね。ただもうパッと見はね、すごくいいですよね。では次ね、文字ですね。日本語の文字ということで、これです。和菓子という文字を入れた和風のロゴ。これをね、作ってみましょう。はい、そうするとね、こんな感じで出てきました。しっかりね、日本語の漢字ですね。漢字バッチリ出てます。で、しかも、この漢字入れてねっていう和風のロゴ、デザインですね。これも同時に、文字とデザイン、これを同時に、指示をしたわけなんですけれども、それもね、バッチリ反映されてますよね。いい感じになってます。こう和風のデザインに指示した漢字がしっかり入っていると。で、しかもロゴなのでね、背景は白くして、見やすいように調整してくれてますよね。これすごくいいですね。では次ですね。ブログのアイキャッチ画像ですね。これも作ってみましょう。ここでは、初心者でも始められる AI× ブログで収益化する3つの方法。この文字を入れて、ブログのアイキャッチ画像を作ってください。で、サイズがここに書いてあります。こういうね、複雑な指示をしてみます。こういう文字を入れたブログのアイキャッチ画像ですね。で、大きさはこれだよって。この指示をしてみます。はい。そうすると、このような形で、文字もね、しっかり綺麗に入っ
っていますし、ブログのアイキャッチということで、それにね、ブログのタイトルですね、記事のタイトルに見合ったような画像にもなっています。で、サイズもしっかりね、決められたサイズになっているという形で、このね、3つの目的を同時に指示したんですが、それにね、答える画像が出てきています。で、これね、いくつか、この文字を変えながら、パンパンパンと出していったりすれば、その中からね、選択できますので、これも一発で、ほとんどね、修正なく使えるレベルのものが出てきてますよね。それほどね、ブログのアイキャッチにこだわりがないレベルであれば、もう出たものをそのままね、ポンと載せていっても問題ないかなと思うぐらいのクオリティです。では次ですね。次は、これです。SNS に載せるような写真ですね。画像、これを作ってみようということで、今回は日本の古民家カフェの内観ですね。古民家カフェの店舗のね、中の状態。こういう画像。で、しかも、画像はね、1対1のサイズで、という指定をして、で、この画像をね、作ってみましょう。はい。そうするとこんな感じで出ました。ここにね、マスターらしき人もいますよね。で、パーッと見ると、もう古民家カフェのね、店内の様子、出てますよね。これもね、簡単な指示。これだけの指示で、このクオリティのものがちゃんと出てきてます。落ち着いた雰囲気のね、いい感じですよね。ただ、ちょっとね、欲を言うと、よーく見てみると、平坦な感じというかね、何かリアルさをね、あんまり感じないような画像にも見えてしまうんですよね。例えばちょっとね、自然の光が入ってるだとか、空気の流れを感じるような、ちょっとそういうね、生きた感じがしないような画像という風にも見えてしまうのは致し方ないかなと思います。そこまでのね、クオリティを必要としない方には全然問題ないと思います。あと、こういったね、もうちょっと一手間加えたいな、もうちょっとリアルに近づけたいな、もうちょっと雰囲気出したいなっていう時は、いろいろね、単発でね、言葉をね、付け足していくんですよ。そうするといい感じに仕上がっていきます。で、そういったね、魔法のフレーズっていうのがね、いくつもあるんですけど、これをね、使ったのはメンバーシップの方でね、いろいろご紹介していきたいと思います。さあ、それでは次ですね。今度はですね、こういった商品ですね。これを、広告に使ったりするような、バナー広告とかね、商品のね、ランディングページのトップに使ったりとか、そういった時に使える画像になります。プロンプトとしてはこれサンプルでね、高級品化粧品のボトル、右下に配置、背景は淡いピンク、サイズはこれと。これもね、簡単な指示を出してみますね。そうすると、このような感じで、もうね、いかにも本当にありそうな商品ですね。これよく見かけるようなデザインですよね。これ、すごいいい感じで仕上がってます。これ無料ですからね、作ったの。で、こんな感じで、できてます。で、文字をね、わざと入れてないんですが、これは後でね、編集してここに文字を入れやすくするために、わざと余白をね、開けといてくださいという感じで、画像を作ってもらいました。それで、例えば、この画像をね、キャンバとかで編集したりするのもありなんですよ。このような感じでね、先ほどできた画像をダウンロードして、そのまま貼り付けてあります。これ見ると、もうどこにも透かし入ってないですよね。だからそのままね、あと文字をここに載せていったりすれば、そのままね、オリジナルで本当に使えてしまうんですよね。こういった使い方も、できるので、非常にね、このデザインお好きな方にはね、めちゃくちゃ楽しい作業だと思います。では、次ですね。次は、この人物ベースでね、作ってみようということで、これ、謎の人物の写真をちょっと使ってみました。で、この人物をベースにして、この人をね、ベースにして侍を作ってくださいと。こういうね、ちょっと遊び心のある画像を作ってみたいと思います。はい。そうするとこんな感じで、ちょっと髪の毛のところはね、あんまり変わってないかなと。ちょんまげみたいなのが後ろについてるのかなっていう感じなんですが、はい、こんな感じで、ちょっと侍っぽくなりましたね。はい。この人ね、実は若かりし頃の私なんですけれども、いい感じで仕上がってますよね。これね、いろいろね、他に試してみたんですけど、本当にね、侍みたいにね、この真ん中のところね、毛が反った感じの髪型になったりとかね、本当の侍みたいな髪型になっている画像も、作ることできるので、これね、遊びたい人、めちゃくちゃ面白いです。こんな感じでね、なので、人物だけポンと掘り込んでおいて、あとはね、自分の好きなようにデザインっていうのもね、すごく気軽にできるようになってるんですよ。で、クオリティもね、いい感じで仕上がってますよね。この刀のね、光とかもちゃんと出てるので、すごくいい感じだと思います。以前だとね、こういう画像を作ろうと思うと、もうね、ひどく崩れてることが多かったですね。もう、
この人物って言ったのに全然顔が変わってたりとかね、もうそういうね、崩れがひどかったんですが、今はね、そんなことはなさそうです。では次ね、簡単なイラストを作ってみましょう。テイストを変えてイラストを作ってみます。可愛い柴犬のイラスト。これだけね、指示して作ってもらいます。はい。そうするとこんな感じでね、イラストも出てきました。まあね、こうじっくり見ていただけると、ちょっとね、このアウトラインがね、細かったりするのと、ちょっとね、変な光沢が出てたりするので、まあ、ロゴとしてはね、もうちょっとクオリティを上げた方がいいかなと思うんですけども、本当にね、ただのね、イラストだというふうに考えれば全然問題ないですよね。この可愛いね、柴犬表現してくれてます。あとこれをね、本格的になんか資料とか LINE のスタンプとかこういったものに使っていこうと思ったら、もう一手間ね、加える必要がありますので、ここら辺もね、メンバーシップの方でちょっとお伝えしたいなと思います。では次ですね、今度は一貫性をね、ちゃんと保てるかどうかということで、先ほど出したこの柴犬ですね。柴犬のイラスト、これと同じようなタッチで、今度猫も描いてくださいと。これをね、指示していきたいと思います。はい。そうすると、このような感じで、まあね、似たようなタッチで、こう猫を描いてくれてますよね。ちょっとこの猫の方がね、リアルさがあるので、まあここら辺はね、プロンプトで修正してもいいと思います。まあでもね、基本的なタッチとかは、このね、似ているんですよね。こう、手とか足でね、こういうところ似てますよね。なので、ほぼね、一貫性を保ちつつ、書けると思います。こんな簡単なね、プロンプトでも、まあね、こう、ほぼ一貫性を保てているという感じなので、もうちょっとね、プロンプトで指示していけば、問題ない仕上がりになります。で、これができると、このキャラクターのね、横展開をしていけるんですよね。同じタッチで、まあ、これ書きました。じゃあ違う動物にしたときに、タッチがね、全然違うと使い物にならないんですけど、まあね、似たような一貫性のあるタッチで、こう、いろんなね、動物をかけていけたりするので、キャラクターとかのね、横展開していきやすいです。まあ、LINE のスタンプ作りもそうですし、自社で何かね、キャラクターの、デザインをするときも、横展開していきやすいかなというふうに思います。では次は、この画像のね、部分的なこの改変ですね。編集。これが本当にできるのかどうか、綺麗にできるのかどうか、これ検証していきたいと思います。で、こちらは先ほどのね、若かりし頃の私をモチーフにした侍ですね。で、この侍の衣装ですね。この衣装のところを新選組の衣装に変えてと。あと、髪型もちょっと変えてくださいね。他の部分に関しては、絶対に変えないでいいですよと。まあ、こういうね、本当に簡単な指示を出します。そうするとね、こんな感じで、ちょっと髪の毛が伸びてますよね。こう、新選組にいそうな感じの髪型になりつつ、まあ、このね、コスチュームも変わってると。で、他の部分、まあ、背景とかね、このポーズとか、刀。これはね、一切変わってないんですよ。だから指示したところだけは変わってるんですよね。これがね、もう完璧にできている。まあ、できるようになったので、すごく使いやすいですよね。このように部分的な修正をね、もう完璧にこなしてくれるので、もう指示を出したら、結果がどうなるか、ガチャ状態だった以前のバージョンとは違ってですね、もう本当に道具としてね、使えます、これは。このデザインのここだけ変えて。元写真がね、元の素材があったら、それを投げて、この部分だけこう変えて、ああ変えてって指示するだけで完璧にこなしてくれるので、これはね、本当に道具として、画像ツールとして使いやすくなったと思います。では次に、チャット GPT とこう会話をね、していきながら、画像を、クオリティを上げていこうという作業をしてみたいと思います。まずね、一つ例として、おしゃれなカフェのメニュー表紙を作って、こんな簡単な指示で簡単にね、画像を作ってもらいましょう。そうすると、こんな感じでね、いい感じのメニュー表の表紙ができています。で、後ろもね、こうテーブルにコーヒー豆とかスプーンとか置いてある感じですよね。雰囲気のある感じに仕上がってます。で、これに対して次の会話で、もう少し温かみのある色に、たったこれだけの指示。これを指示をしてみるとどうなるのか見てみましょう。はい、そうするとこのような形で、ちょっとね、温かみのあるね、茶色系の色に変わりましたよね。いい感じに仕上がりました。で、ここにね、カフェラテのね、器が映っていたりとかしていますね。全体的に、やっぱりね、温かみがある感じに、変わりましたね。これ、いいですよね。指示
たったこれだけの指示で画像が大きく変わりました。じゃあさらにですね、この画像に対して、変わった画像に対して、背景をね、シンプルなものにしてくださいねと。こういう指示を出してみましょう。そうすると、このような感じで、ちょっとね、角度も変えつつ、背景はね、もうシンプルな白になりましたね。これでメニューだけが際立つという形になっています。こんな感じでね、会話をしながら、もう画像をね、どんどん変えていけると。で、非常にね、クオリティも高くなってますので、めちゃくちゃこれも使いやすくなっていると思います。ですので、今までのようにね、一発勝負でいい画像が出たらラッキーみたいな感じではなくて、出たものに、ああしてこうしてっていう指示をしながら、チャット GPT とね、共同でこう画像をね、作っていけるので、非常にここら辺もね、作業しやすくなって、本当にね、プロンプトに対する出てきたものがガチャっていう感じがね、ガチャ感が本当になくなったので、非常に使いやすいですね。あと1点注意していただきたいのは、こちら無料なんですけれども、やっぱ制限があります。制限が、あるので、私がこれやった時はね、5個から10個ぐらいの間でしたかね、それぐらい、バーッと一気に作ると、丸1日制限がかかってしまったので、そこら辺はね、気にしながらやっていただけるといいかなと思います。で、もっとね、どんどん作っていきたいよっていう方は、チャット GPT の有料プラン加入してもらえるといいと思います。では次こちらの画像ちょっと見てください。これね、どちらもチャット GPT、先ほどのね、無料プランで作ったものなんですが、これ左と右でね、ちょっと違いが出ると思います。左側、これでもね、全然問題ないと思うんです。いい感じで仕上がってますよね。これはこれで使えると思うんですが、もうちょっとね、なんか雰囲気を出したいっていう場合は、プロンプトに特別な指示を、魔法のフレーズを与えていくんですよね。そうするとね、これだけ違った画像を作ることができます。あとこちらもですね、こちらはね、雨の降る街並みということで、こちら左側と右側、両方ね、チャット GPT で作りました。で、これも、左側の画像を作った後に、ある指示をね、いくつかすると、こんな感じでね、ちょっとアングルも変えながら、よりリアルっぽい感じにね、仕上がりました。で、ここら辺のね、先ほどの猫の画像と、こういった画像をね、右左比べてもらうと、だいぶ違うなってことはお分かりになったと思うんですが、このね、本当に一言二言三言の魔法の言葉、これメンバーシップの方でご紹介していきたいと思います。それでメンバーシップの方では、このね、画像によって魔法の言葉って変わってきますので、この魔法の言葉をね、40個ちょっと用意しています。ぜひ、一回ね、画像を作ってみて、これ面白いな、もっとクオリティ高いもの作ってみたいなっていう方は、ぜひ、メンバーシップの方、ご参加もお待ちしております。それで私のチャンネルのメンバーシップでは、毎週1本ずつね、新しい動画をどんどん公開しています。メンバーシップ限定用の動画を公開しています。で、もうこれでね、40本近くになっているんですが、すべての動画、見放題に、何度でも見放題になっていますので、ぜひご参加していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。